こんにちは、スネドラです。今回は1月の初旬に行った沖縄の西表島の旅行の様子をお伝えしようと思います。沖縄は一昨年の10月に本島に行った以来、2度目の旅行になります。今回は離島に行ってみたくて、当初西表島から、石垣島に行く予定だったんですが、コロナの心配があるので日程を短くして西表島のみ観光しようと思います。空港から石垣港離島ターミナルまではバスで移動しました。タクシーで移動する人も結構いるみたいなんですが、飛行機のタイミングに合わせているのか比較的待たずにバスに乗ることができました。空港から40分程度で、到着です。早速チケットを買いましょう。チケット売り場がいくつかあるようなんですが、いまいち仕組みがよくわからないので、一番手前のこの運行時刻表のある、カウンターで購入します。乗船券は往復で買うと少し安くなるようですね。西表島は島の下の方にある大原港と上の方にある上原港があるんですが、上原港行きの船が欠航してたので、今回は大原港行きの船を買いました。それでは早速船に乗り込みます。席はそんなに多くないですね。比較的小型の船なんでしょうか。チュラさんっていう船みたいですね。出港です。石垣島も本当は観光したいんですけどね、今回は寄らずにこのまま西表島に向かいます。海上保安庁の船がたくさん止まってますね。いつもご苦労様です。思ったよりも高速の船ですね。だいたい40分程度で、西表島大原港に到着します。1月だっていうのにあったかいです。 T シャツ1枚じゃさすがに肌寒いですけど、上着着てたら暑いぐらいです。西表島の面積は沖縄県内では本島に次ぐ第2位の広さなんだそうです。実際は左半分が車で入れないんですけどね。この島は何といっても西表山猫が有名です。どっかで会えればいいですね。港から歩いて5分ぐらいのところにあるオリックスレンタカーで車を借りて早速観光に向かいます。まずは西表島の観光って言ったら絶対に外せない由布島の水牛車に向かいます。今日は夕方から雨の予報なのでちょっと心配なんですよね。できれば水牛車乗ってる時は雨降ってほしくないんですが、向こうの方から嫌な雲が出てきちゃいました。由布島の水牛車乗り場までは大原港から20分ぐらいで着くことができます。一昨年沖縄本島に行った時にも水牛車は乗ったんですが、今回は実際に水の中を歩くようなんでね、楽しみです。水牛車は30分おきに出てるようです。タイミングも良さそうなので早速受付に行きましょう。クレジットカードとか電子マネーとかも使えるようです。今にも雨が降ってきそうな天気ですね。嫌な予感がします。行列ができてます。どうも撮影スポットみたいですね。せっかくなのでうちも並んでみます。この水牛さんちょっと顔が怖いですね。せっかくだから私たちも記念撮影しておきましょう。水牛車乗り場に到着しました。乗り場っていうかただの広場で、水牛車が来るのを待つスペースっていうような感じです。水牛の歩みがとてもゆっくりなので、まるで時間そのものもゆっくり流れてるような、とてものどかな雰囲気です。沖縄に来たなっていう感じがしますよね。水牛車はまとめて何台かで移動するんですが、牛さんの歩む速度がめいめい違うので、だんだん離れていきます。浅いとこ歩いてるのかなと思ったんですけど、ところどころ深くなるところもあってなかなかスリリングです。途中からは運転手の方が三振を引いてくれたりしてね、西表島の旅を盛り上げてくれます。しばらく歩くと海を渡りきって由布島に到着します。この辺りで雨が本降りになってきちゃいました。とりあえず待合所に一度入って今後どうするか考えます。
由布島の歴史、とか写真がたくさん飾られてます。なかなか広い待合所でお土産だとかも売ってました。この雨の中、足場が悪いところを歩くのも嫌だなっていう気持ちもあるんですが、せっかく由布島に来たんでね、簡単にぐるっと一周してみようと思います。この鳥たち、雨が降ってるのに雨宿りせずじーっとしてます。もうびっしょびしょですね。なんかかわいそうな感じです。島の真ん中あたりにあるレストランです。実は今日昼飯がほとんど食べれてないんですよね。ただこのままだと夕食まで持ちそうにもないので、ここで軽く食事をしておこうと思います。メニューはとてもシンプルで、八重山そば、ソーキそば、あとは、牛丼とカレーでしょうか。そのぐらいしかないようです。今日は車の運転があるのでお酒は飲むことができません。一息ついたらマンタの浜に向かいます。マンタの浜って言っても浜辺でマンタに会えるわけじゃないんですが、この海域はマンタの遭遇率がすごく高いらしいので、ダイビングスポットになってるんだそうです。手作りジェラートにケーキ、雨降ってなきゃね食べてみたいですけど今日はやめておきます。浜辺には少しだけですが軽石が残ってます。雨が止んだら例の鳥たちも動き出しました。葉づくろいしてますね。いやー、たくましいです。待合所の近くにある水牛の池です。思ったよりもたくさんいます。あんな重い水牛車引っ張って毎日歩いてくれてね、本当にご苦労様です。帰りの水牛車も行きと同じお姉さんでした。他のおじさんの三振も聞いてみたかったんですけどね、選べないんでしょうがありません。水牛さんも毎日重いもん引っ張ってね、これさぞかし大変な作業だと思います。トラックが水の中走ってます。実はあの辺車が走れる道があるようなんですが、近くに行ってもね道が見えないんですよ。相当慣れた人でもたまにとんでもないことになるらしいので、非常に危険な道みたいです。はい、またお姉さんの三振を聞きながら由布島を後にします。由布島観光は水牛車に乗って島をぐるっと回っても全部で2時間かからないぐらいなので、手軽に観光するにはもってこいの場所ですね。今日はもっといろいろと観光しようと思ってたんですが、天気があんまり良くないので、今日は車で道の下見をするだけにして、宿に向かおうと思います。左側の歩道にヤギがいます。しかもリードつけてて、これつながれてるんですよね。散歩の途中にここにつながれたんですかね。どういうシチュエーションでこうなったのかがすごい謎です。今回は月ヶ浜のほとりに立ってる星野リゾートの西表島ホテルを予約してます。ここに2泊する予定です。ちょっとお高いお宿なんですが、ちょうど天気も悪くて観光もしにくいので、たっぷりとホテルを味わってみようと思います。結論から言うと、評判通り素晴らしいホテルだったんですが、逆にあまりに素晴らしすぎて取れ高が多すぎて、ちょっとご紹介しきれないんでですね、今回はダイジェストで少しだけ、お見せしようと思います。このお部屋は一番安いスーペリアツインなんですが、それでも、デイベッドもついてるし、調度品も素晴らしくてゆったりと過ごすことができます。ベランダもとても広くて開放的です。ただ低層階なので海がほとんど見えないのがちょっと残念ですけどね、波の音はすごくよく聞こえます。夕食はビュッフェスタイルなんですが、とてもクオリティの高い料理がたくさんありました。お酒も飲み放題でね、とても楽しめます。西表島ホテルについては改めて別の動画でご紹介しますので、そちらもぜひご覧ください。おはようございます。2日目は、浦内川のジャングルクルーズに行ってきました。亜熱帯の森が大半を占める西表島なので、やっぱりここに来たらジャングルクルーズしなきゃダメですよね。天気は相変わらずあまり良くないんですが、早速乗ってみようと思います。
この裏内側の遊覧船は終点まで行った後、そこから山道をずっと歩いていくとマリユドゥの滝とかカンビレイの滝っていうのがあるんだそうです。その滝が素晴らしいらしいんですが、私たちトレッキングシューズとかレインウェアとか持ってきてなくて、従業員の人に聞いたら、昨日雨だったから道もぬかるんでるし石も滑るし、普通の靴だったら行かない方がいいよって言われちゃってね。残念ですが今回はジャングルクルーズだけにしておこうと思います。カヌーで川を登っていく人もいるんですね。ジャングルクルーズっていうともっと狭い川幅の中を進んでいくのかと思ったんですが、思ったよりも川幅は広いです。操縦してる方がガイドを兼ねてていろんな説明をしてくれるので、楽しみながらどんどん進むことができます。残念ながら昨日からの雨で川が濁っちゃっててあんまり綺麗じゃないのがちょっともったいなかったですね。上流の船着き場に到着しました。ここで大半の人が降りて滝の方に向かうようです。私たちは降りずにこのまま元の場所に戻ろうと思います。あそこですね。あそこが船着き場です。船が1時間に1本ぐらいしかないので、上流の船着き場で、船を待ってる時に雨なんか降られちゃったらちょっと厳しいかもしれませんね。白い木の真ん中あたりに黒い塊があるの見えますかね。これシロアリの巣なんだそうです。枯れた木を分解して土壌に返すっていう大切な仕事をしてるんですね。今回は滝の方に行きませんでしたけど、本当だったら、滝まで行って、楽しむのが、このジャングルクルーズの醍醐味なんでしょうね。次回また来ることがあれば、トレッキングシューズとかも履いて、トライしてみたいと思います。続いて星砂の浜に来てみました。昨日も来たんですけど雨が強くてね、降りるのやめちゃったんですが、今雨が止んでるんでちょっと行ってみようと思います。雨が止んでくれたのはラッキーなんですが、その代わりに風が結構強くて若干寒いです。軽石が微妙に打ち上がっててあんまり綺麗な砂浜じゃないですね。懸命に星型の砂を探してみたんですが、探し方が悪かったのか結局見つけることができませんでした。残念です。そろそろお昼になってきたので昼食を食べようと思います。今日は、マンゴージュースがとても美味しいって言われてる、ミミさんにお邪魔しました。ここはマンゴージュースの他にソーキそばもとっても美味しいんで有名なお店です。有名店は観光客で混んでることが多いんですが、今日はたまたま、あんまり混んでなくて、スッと入れてラッキーでした。このマンゴージュースが濃くてね、本当に美味しかったです。その他に野菜ソーキそばとタコライス頼んだんですが、どっちも絶品で今まで食べた中で一番でした。ごちそうさまでした。今回は天気が悪いので洞窟とか行くのはやめようってことになったんですが、そうすると他に行くところがもうあんまりなくて、なんかないかなと思って探してたら、大宮ロードパークっていうところにマングローブの、散策路っていうのがあったのでちょっと寄ってみました。さっきは観光船でマングローブ林を楽しんだので、今度は歩いて楽しもうと思ったんですが、思ったよりも短くて、散策路とは言っても、本当数分で終わっちゃうような感じでした。反対側にも散策路があったんですが、台風か何かで壊れちゃったのか通れなくなってましたね。今晩の夕食はホテルのビュッフェではなくて、パリのご飯屋さんっていうところに、行ってみました。電話するとホテルまで送迎してくれるんでね、とても助かります。地元では結構有名なレストランのようで、入れてラッキーでした。最後の夜なのでスパークリングワインで乾杯していろんな料理を、食べてみました。どの料理も比較的量が少なめで、その分金額も安めでいろんなものを楽しむことができます。評判のいいお店だけあってどれ食べても本当うまくて、相当食べちゃったんですけど本当外れがなかったですね。調子に乗って、ボトルでねまたワイン頼んじゃったりして、
美味しい料理のおかげでとっても楽しい夕食を過ごすことができました。このタコライスも絶品でしたね。本場のタコライスはやっぱり違います。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。星野リゾートの西表島ホテルは次回、動画を投稿しますので、ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。